笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ for PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるひでちゃんです。今回は起立性低血圧について取り上げます。パーキンソン病には非運動症状といって筋骨縮や心線、無動などの運動症状以外の症状である非運動症状が出現します。今回はその非運動症状の中の自律神経障害のうちの一つとされる起立性低血圧についてご説明します。起立性低血圧って聞いたことがあるけど、具体的にどんな症状かわからない方もいらっしゃるかと思いますので、そもそも起立性低血圧とは何かからご説明させていただいて、あとご存知のない方も多いかと思いますが、起立性低血圧で合併して起こりやすい病害高血圧についても解説していきます。薬剤についてはすぐに調整できるものではないですが、非薬物療法として日々すぐに取り入れられる予防法、対処法についてもご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。では本日の内容です。まず、そもそも起立性低血圧って何か、パーキンソン病における起立性低血圧の出現率や症状、どんな影響を及ぼすか、そして起立性低血圧の原因、起立性低血圧の診断、合併しやすい病害高血圧を挟んで、起立性低血圧の治療の順でご説明します。それでは始めていきましょう。まず、起立性低血圧とは、立った時に生じる過度の血圧低下のことです。どれくらいかというと、座っている時や寝ている時に計測した血圧が立ち上がると収縮期血圧が20以上、または拡張期血圧が10以上低下していると起立性低血圧があると言えます。正常ではこういった血圧の低下は起こりません。なぜならパッと立ち上がるなど重力による負荷が生じると血液が重力で下に降りてしまって足や体幹に一旦血液が溜まって一瞬血圧が低下するんですが、正常であればすぐに自律神経が活性化されて心拍数が上がって心臓も頑張って収縮して血圧を正常化させます。ですのでほとんどの人では立った時に見られる血圧および心拍数の変化は最小限ですし一過性であり症状は発生しません。ですが何らかの原因があって起立性低血圧を起こすと、立った時に重力で下に降りた血液が上に戻ってこず、脳への血流が低下してしまうことで意識が遠のいたり、ふらついたり、めまいがしたり、無視といって目がかすんだりします。これらの症状はすぐにベッドに横になると消失します。この起立性低血圧はパーキンソン病においては10から65%に発生します。次に起立性低血圧があるとどのような影響があるかですが、一番頭に浮かぶのは転倒だと思います。立ってめまいがしたり、体がふらついたり、意識が遠のいてひどい場合は失神をしてしまって転ぶということが起こり得ます。そして起き上がったり立ち上がったりするだけで血圧が下がってふらつきが強く動けないとなると、ベッド上で過ごす時間が増えたり、不安で外出もままならなくなるなど、起立性低血圧のあるなしで日常の活動量が圧倒的に低下しますし、その結果活動できる能力自体も低下します。では先ほど起立性低血圧の症状をお伝えしましたが、脳に血流がいかないことで起こる分かりやすい症状以外にも困った症状が発現します。まずは先ほどお伝えした転倒や目のかすみなどの視覚障害、血圧が下がることで疲労感、全身の脱力感が生じたり、認知機能まで低下すると言われています。これは後ほど補足します。あとは起立性呼吸困難といって立ち上がり時に自律神経系のバランスが崩れることで息苦しさを感じることがあります。では起立性低血圧で生じる認知障害はどんなものがあるでしょうか。それは注意実行機能や視空間認知です。
注意とはたくさんの情報の中から重要なものに焦点を当てる力です。例えば、集中する、授業中に先生の話を聞くときに使う力です。気を散らさない、宿題をしているときにテレビやスマホに気を取られないようにする力です。細かいことに気づく、運転中に道路標識や他の車の動きに気づく力です。そして実行機能とは、計画を立てたり、問題を解決したり、目標を達成するために必要な頭の中のスキルです。続いて視空間認知ですが、視空間認知とは目で見た情報を理解し、物の位置や関係を把握する力です。例えば、机の上にある本とペンの位置関係を把握したり、道を歩くときに曲がり角までの距離を感じたり、ジグソーパズルのピースを正しい場所に合わせたり、家具を避けながら部屋の中を歩くといった時に使う能力となります。起立性低血圧でなぜこのような認知機能が低下するかというと、これら注意実行機能、視空間認知を司っている前頭葉、頭頂葉、後頭葉への血流が低下するからと考えられています。実際にベッド上で横になっている状態で認知機能テストを行うのと、立った状態で行うのとを比べると、立った状態でテストを行う方が点数が悪くなるようで、つまり立っている時に認知機能障害が生じていることになります。では、そもそも起立性低血圧はなぜ起こるのか、その原因として考えられるものですが、まず循環血液量の減少。これは脱水等で体の中を流れる血液量が全体的に減ってしまっている状態です。そして薬物の影響や長期の画象状態。画象状態とは長期的にベッド上で安静にしてしまっている状態のことです。あとは加齢に伴って血圧の調節がうまくいかなくなっていることや、自律神経障害などが考えられます。この中でパーキンソン病に当てはまりそうなものは、やはり脱水になる方が多いという理由から循環血液量の減少が挙げられますし、また薬物の影響も大いに考えられますし、自律神経障害も非運動症状として一番に挙げられるものかと思います。では、起立性低血圧をどのように診断するかですが、最初にお伝えした通り、実際に寝ているところから座って立ち上がってその時の血圧を計測して、持続的に収縮期血圧が20以上、または拡張期血圧が10以上低下してしまうと起立性低血圧となります。また、傾斜テーブルといってベッドで横になっている状態からモーターで体を立位まで上げられる機器があるのですが、その機器を使って立位にした時に収縮期血圧が30以上、拡張期血圧が15以上低下すると起立性低血圧となります。あと、血圧の低下が姿勢を変えた直後には現れず、立ってしばらく経過してから低下する場合もあります。これを遅延型の起立性低血圧と言いますが、こういった症状もありますので、ご自宅で起立性低血圧の疑いがあって計測する場合は、立った直後だけではなく、立ってから3分経過後も計測してみるといいかと思います。原因の精査ですが、先ほどお伝えした起立性低血圧で考えられる原因の中で、結局今起こっている起立性低血圧がどの原因で生じているのかを精査することになりますが、自律神経障害か他の原因かを鑑別するのに心拍数の増加の程度を見ると分かりやすいようです。立ち上がった後、心臓の収縮力を上げるのも自律神経ですが、心拍数を上げるのも自律神経です。本来は立ち上がって血圧が下がった場合、代わりに心拍数を上げて心臓が収縮する回数を増やして血圧を上げようとする反応が起こるはずですが、自律神経障害が原因で起立性低血圧が起こる場合は、その代償的な心拍数の増加も起こりづらくなります。これが他の原因と鑑別するときに一つ着目すべきポイントとなります。では次に仰外高血圧についてご説明します。仰外高血圧とは起立性低血圧と真逆で、
寝ている時に血圧が上がるという病態です。横になっている時に収縮期血圧が140以上、拡張期血圧が90以上で診断されます。この仰外高血圧は起立性低血圧を持つパーキンソン病患者さんの2分の1から3分の1が合併しているようです。起きている時の血圧の低下やそれに伴う症状に目が行きがちかと思いますが、実は寝ている時はなんと通常より血圧が上がってしまっているという状態になります。この仰外高血圧では通常の高血圧同様、心臓や腎臓、脳機能障害のリスクが増加します。この仰外高血圧はどうして起こるのかというと、やはり自律神経の問題で、寝ていようが起きていようが脳の血流を一定にするためにある程度安定した血圧を保たなければならないのに、その調整ができないということで起こります。こうなると難しいのは治療で、立ったら血圧が下がる、寝たら血圧が高い、結局血圧を下げるの、上げるの、1日の中でいつ上げるの、いつ下げるのという問題になり、治療が難航する要因となります。まず、治療の目標ですが、症状の緩和、転倒リスクの軽減、立位で活動できる時間を増やすこと、そして日常活動を遂行する能力を高めることを目標とします。無症候性といって症状の自覚がない場合でも、転倒、外傷、認知機能障害のリスクが増加しますので、この動画を見ている患者さんは、できれば皆さん診断の時にお伝えした要領で血圧を測定していただいて、血圧の異常がないかご確認していただけたらと思います。そして治療のステップです。まずは今現在服用している薬剤の見直しです。多くのパーキンソン病治療薬は起立性低血圧を悪化させる可能性があり、また神経内科以外で出されているお薬に降圧薬がある方もいらっしゃるかと思いますが、この降圧薬や抗うつ薬なども起立性低血圧の原因薬剤となります。まずはこのような今飲んでいる薬剤に起立性低血圧を引き起こすものがないかを見直して中止を考えますが、中止が現実的でない場合は量を減らしたり飲む時間を変更することで改善が見られる場合もあります。まずは新たな薬剤を増やすのではなく、今飲んでいる薬剤を見直すということが第一ステップです。次に非薬物療法です。まずは起立性低血圧に一番効果的であるとされるのが水分と塩分の摂取ですが、こちらは例えば心臓や腎臓に問題があったり、それでなくとも高血圧があって塩分を摂りすぎるとまずいということもあるかと思いますので、必ず主治医に摂取して良い量を確認していただいて実践をお願いします。文献で効果的とされていたのがボーラス水分摂取です。ボーラスとは看護師さんが点滴を投与する際に短時間で薬物を投与するときに使われる専門用語ですが、ボーラス水分摂取も同様に点滴は打てませんので、短時間で水分を多く摂取するというものです。例えば寝ているところから起き上がって座ったときに脇にペットボトルの水を置いておいて、その水を短時間で飲み干すという形になりますが、飲みにくい場合はゆっくりでも構いませんので、座った時に水分を取るというのが良いと思います。便秘の時にもお伝えした通り、脱水になりやすいですので、座ったらペットボトル1本分の水を飲むというのが血圧維持に有効ということです。ただ、嚥下障害のある方は専門家にご確認ください。例えばゼリー状であれば OK とされているのであれば、お茶ゼリーや水ゼリーなどをゆっくり食べるでもいいかと思います。このボーラス水分摂取が一番立った時の血圧低下に効果があるとされています。それを助ける形で効果的とされているのが物理的な対抗圧力操作です。これは起き上がって座ってから足に自分でぎゅっと力を入れながら膝を抱えて、要するに筋肉を緊張させたり、筋肉同士の圧迫で血液を上に押し戻す働きを利用するものです。このような感じです。
そして他にも太ももやお腹を圧迫する衣類や市販のものでは男性ベルトや着圧ショーツは扱いやすく、血圧の低下を防ぐのに役立つ可能性があります。そして下半身の筋力トレーニングも血圧を維持するために役立つと言われています。一番いいのは寝ているところから起き上がる前に筋トレをして、起き上がって座り、座ったら水分を取り、膝を抱え込む動作をして、ゆっくり立ち上がるというのがいいかと思います。ただ、これを1日に何回も行うというのは大変ですので、例えば朝起きる時の起床時に行う。そして日中はベッドに入らないで起きておくのが一番いいです。なぜなら一度横になってしまうと、また起き上がる時に血圧が下がってしまうからです。ですが、体をのぼさないときつい、短時間昼寝をした方が午後も動きやすいという方もいらっしゃるかと思いますので、そういった場合は昼食後20から30分昼寝をした後にベッドから起き上がる時にも行うといいかと思います。特に食後2時間後などに血圧が下がりやすい場合もありますので、昼寝の後は要注意です。しっかりこの非薬物療法を行っていただきたいと思います。そしてここまでは血圧低下を予防するための方法でしたが、血圧低下の症状が出てしまった時の対処法や、そもそも起立性低血圧を招く要因を知っておくのも有効です。例えば、失神する前駆症状が出現した時、視界が暗くなったり、頭が重くなったり、めまいがしたりした時には、転倒予防のためしゃがみ込むようにする。しゃがみ込んだところから倒れたとしても怪我をする危険性が低いからです。あとはそもそもパッと勢いよく立ち上がらない、ゆっくり立つ習慣をつける。そして血圧が下がりやすいタイミング、夜間の排尿・排便時、起床時、食後、運動後などを知っておく。寝ている時間が長ければ起立性低血圧が増悪しやすいということを知識として持っておくなどの失神回避法の指導が有効とされています。最後に最終手段の薬物療法です。これは今飲んでいる薬剤の調整や非薬物療法が不十分な場合適用となりますが、どちらにしても薬物だけで良くなるというものではなく、非薬物療法を継続して同時に行うことが大事になります。使用される薬物にはドロキシドパ、ドプスやミドドリン、メトリジンなどがあります。先ほどもお伝えした通り、寝ている時に血圧が上がる病外高血圧の合併も考えられますので、その場合は短時間のみ作用する高圧剤などが処方されます。ですが、血圧を上げたり下げたりという薬剤調整は非常に難しいかと思いますので、まずは非薬物療法をしっかりと行うということを念頭に置いていただくといいかと思います。それでは最後にまとめです。本日は起立性低血圧について講義を行いました。一般的な起立性低血圧の症状、そしてパーキンソン病でどの程度起立性低血圧が見られるか、どのような影響を及ぼすかをご説明しました。そして起立性低血圧の原因、診断の仕方、合併しやすい病外高血圧についてもご説明しました。そして治療に関しては、まず現状服用している薬剤の見直し、非薬物療法が大事であるとお伝えしました。今現在自覚症状がない方も一度診断の際にお伝えした血圧の計測の仕方を試してみて、そういえば起きている時にちょっとぼーっとしているのかも、頭が回りにくいのかもと思い当たる節があれば、本日お伝えした非薬物療法を試しながら、主治医にも血圧の低下がある旨伝えるのが良いかと思います。では、今回の講義は終了です。このチャンネルでは、このようにパーキンソン病に効果的な運動や知識をお伝えしていきますので、継続してみたいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。
また、公式 LINE では最新動画の情報や、どの運動をどの程度行えばよいかリマインド的にお伝えしますので、このチャンネルの概要欄にある公式 LINE リンクから登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。